はいどうも、世界のサーチャンネルご覧の皆様、こんにちは、横田です。メイクセンスということで、横澤チャンネル、前回の動画まではですね、EPT 編ということで、バルセロナで、賞金を獲得しまくりました。派手な、2週間を過ごしたわけなんですけれども、先週ですね、日本に帰国しまして、たくさんポーカー買ったし、日本はご飯も美味しいし、最高だなぁと過ごしていたんですけどもね、気づいちゃったんです。トロフィー取ってねえじゃねえかと。よくよく考えたら、心にあった悔しさみたいなのが押し寄せてきて、なんと横澤この年内年末までの間に5回大会に行こうと思いました。怒涛のトーナメントラッシュします。1カ所目ですね。今回これから向かうのはですね WPT オーストラリアです。実は横澤チャンネルでオーストラリアに最初に行ったのはもう4年前とかになるんですけど、割と注目されている大会で盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思っております。メインイベントは8000オーストラリアドルの、メインイベントがあって結構でかいんですよ。2週間の間にたくさんのトーナメントが開催されているので、トロフィー狙い目なんじゃないかなと。あとゴールドコーストっていうところで今回開催されるんですけど、僕今までメルボルンしか行ったことなかったんで、ゴールドコーストとメルボルンって結構遠いんですよ。なんでゴールドコーストは人生初めてっていうことで、行ったことのない街、行ったことのないカジノでどんなメンツがいるのかっていうところも楽しみにしていきたいなと思います。 WPT は優勝してますもんね。そうなんですよ。横澤はね WPT メインイベント過去に一度優勝したことがありまして、一応 WPT ブレスレットホルダーなんですよ。なので、おそらくね WPT の人もマサとか来たぞっていう感じで結構こうもてなしてくれると思うんですけど、気合い入れてやっていきたいと思います。レッツオーストラリア。到着コーストというわけでオーストラリア到着しましたけど、想像してたのとちゃうんやけど、我々オーストラリア入国してから3分ぐらいしか経ってないと思うんですけど、すでにいいぞオーストラリア。まず空港の人たちがみんないい。何十カ国もポーカーのために回ってるじゃないですか。その国がいい国かどうかっていうのはね、マジで税関でわかるんですよ。大変な思いすることも多いんだけど、オーストラリアめっちゃ良かったな。ポーカープレイヤーグッドラックみたいな。てかそもそも見てあの看板とか、日本語書いたんだけど普通に下に。やばくない？ So you live here? Yeah, I live in a Gold Coast. You love Gold Coast? Yes. Okay, yes. So what is the bad point of Gold Coast? No bad point. No bad point? No. Oh my gosh. I have to move. Okay. 最高の旅になってしまうかもしれないこれは。輸出。おお。自動でお出迎えしてくれました。そうだ。ってめっちゃいいホテル。ホテルですよこりゃ。ああ。最高。綺麗だねめっちゃ。シャワーのみですね。浴室も欲しかったな。でも良さそうですね。これもちゃんとついてて。こちらのホテルは1泊高かったっす。5つ星なんで。でも言うて4万ちょいぐらいだったかな。はい。4万円ぐらい。まあまあでもこのクオリティで4万だったら安いかなって感じかな。まあ高いけどもちろん。カジノから歩いていける距離のホテルが結構高いとこしかなくて、いろいろ調べたんだけど、がっつりウーバーでもう15分ぐらいかかるとこで安いとこ借りるか、がっつり会場で高いとこ借りるかのどっちかがいいなっていうのに結構前回のスペインで気づいたので、今回は会場ホテルを取りました。というわけで、ちょっと仮眠取りますか。飛行機全然寝れなかったんで、3時間ぐらい仮眠してトーナメント出てっていう感じにしたいと思います。はい。今のところ、ゴールドコースト、最高。ゴールドコースト、最高。ありがとうございます。というわけで仮眠ちょっと取りましてカジノに到着しました。結構カジノ楽しそうじゃない？ちゃんと本格的で。バルセロナってやっぱ海があって、リゾート地で共通点多いじゃないですか。圧勝ですね、カジノのクオリティめっちゃ広いし。というわけで来ました。これが WPT の会場です。すごいなんかポップだね。 Hello, good morning. How are you doing? I'd like to pick up our maybe a class. You have no idea. Sato! Oh my god! Oh my god! World number one. Pretty high profile. Number one YouTuber in Japan. It's been thank you very much. This is first time to visit to our Gold Coast. Gold Coast, nice. Yeah, there's a few Japanese coming. Fantastic. Yeah, great to see you. というわけで5000オーストラリアドルバインしました。オーストラリア一発目のトーナメントですね。5000アクションクロップ。アクションクロップ。見てディーラーさんのあれ。どういうディーラー形式？ Oh my god, this is so embarrassing. It's interesting Big one, thank you. because we've never seen the dealing like that. So interesting. こうやってディーリングするんだね。
何これ見て、ボードの開き方見て。バーンカードの位置特殊すぎん。何をと思ったか映っちゃったよ。衝撃すぎ。というわけで一発目のイベント両替で手間取ってだいぶレートになっちゃったんですけど、まだ70人やります。69人参加、62人残り、頑張りましょう。一発目。幸先がいいぞ。いいのあるか。これナイスハツポット。Raise your hand. Fair enough. Yes. それで元気だぞ。チャーハン、チキンとシューマイ、あと小籠包。豪華でしょ。一人用じゃなくて二人用ですからね。一応そこだけ皆さんに誤解のないようにしておきます。いただきます。ご飯も65ドルって書いてあって、まあやっぱ結構そんなって思ったけど、オージードルだから言うて6000円だもん。味の飯って考えたら全然高くない。そうですね。トーナメントって飛んだ瞬間の虚しさすごいな。というわけでリエントリーもできず、今聞いたらもう結構トーナメントでいっぱいだから今日はキャッシュゲーム立てられないかもしれないって言って1650のミステリーバウンティに出場しました。このトーナメントはデイ2まで行かないと普通のトーナメント一緒なので、まずはデイ2まで行くところからやっていきたいと思います。お疲れ。お疲れ様です。飛びマンタ。即飛び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  Hello. Could you put in the list of 25 feet? They will just text me when I got it, right? Thank you. 今日はチケだと鍋しかなくキャッシュゲームを立てなかったので運動しましょう。トレーニングもお金屋の仕事やでってね。すごっ。すごいですよね。めっちゃいいやん。こんなの泳がないと損や。絶対押すなよ。絶対押すなよお前本当にこの中に現金とかいっぱい入ってる。絶対押すなよお前。絶対押すなよ。押すにも押せないです。めっちゃ揃ってるよ。空いてるし。やりましょう。やばい。球場で。念のため入れてたウェイティングリストがここに来て構想しまして名前呼ばれました。でも開くのかなこれ本当に。でも 35% 座れるのでいきます。Hey, what's up? What are you doing here? Oh yeah. So you got ready hard to keep? No? I'm on the list. Yeah, like this is gonna open the game.
速攻終わりました。2時間半、2000ドル勝ち。はい、まあいいでしょう。座った会話、ゴールドコースト、今のところですね、まだ2日目ですけど、ポーカーのレベルはめっちゃ低い。街めっちゃいい、人めっちゃいい、ご飯もまあまあいい、居心地めっちゃいい。ただ立たない。ポーカーしに来る場所じゃないのかもしれないな。後半には結構高いところいっぱいあるんで、まあそこを目指してまずはやっていきたいですね。せっかくゴールドコースト来たからっていうことで、僕はどうしても食べたいね、ご飯屋さんがあるんですよ。はいはい。やっぱこいつは食っとかなきゃいけないよね。オーストラリアに来たらまず食べましょう。グリルドはどこにでもありますね。出したグリルドバーガー、今回初グリルドパリパリです。パンがいただきます。音がうんまっ、化け物うめえ。ハンバーガー界の王様ですよこれは。お疲れ様です。サテライト出てます。はい。一応サテライトは47人参加、8人に1人通過、世界一的には15%から20%ぐらいは出そうだから、意外とあるんじゃないかも。時給100ドルぐらいは出そう。出ますか、ちらっと。うわ、80万円じゃんけん負けだ。勝ってから80万円ですか。あんまり何も考えずにぼーっと座ってたら気づいたらチップすげえ増えてて、あれこれ次俺んかったら通過しちゃうんじゃないみたいな、8000意外と目の前やんって思ったんですけど、家庭名救いたいっていうボケ惜しいね。マジあれ一発勝ってれば。よし、というわけでこれからサテライトで挑戦していきたいと思います。昨日のサテライトは惜しかったですね。というわけで2回目のサテライトで、7回に1回トルバプラス。ほらほらあと10人。7万2000これはもう決まったもん同然ではないか。いっちゃえよ今の簡単なんだから。1万8000、さすがにこれ通過したいな。はい。全部で32万点あるってことは4人しか抜けないわここから。だからあれこれ ICM いるのもしかして。実は残り8人で5シート余ってるから、実は8万点なくても抜けれるんだ。1人が2000もらえる。めっちゃショートがいる。待って、ちょっといろいろ考える。
ゴールドかなキングス。あんな強いと思わんかった。 So it's obviously 2-6. Vamos! Yeah, vamos! 2000点に入れたでかい。2000振ってきた。スモールグラインドのゴールドが生きた。あー、つい。まあ多分今のキングスは相手のエースキングが見えてたら降りなきゃいけないね。あの人は結構ポーカーを分かってる人だったから、多分俺がコールできないの分かってて、それなりに白いハンドル多分降りしてるはずだから、そう思いました。そうなってくるとさすがにもう降りらんないよね、やっぱね。お疲れ様です。やけ食いだマック。昨日もよく考えたらナインズ対エースクイーンスーツでさ、勝ってるやつ通過のやつ勝てずに飛んだじゃない。マジに最後のキングさん難しくて、チャンネル見てる人からしたらキングさんって俺に決まってんだろみたいな思うかもしれないですけど、サテライトってやっぱ特殊なゲームなんですよ、めっちゃ。優勝がないから、サテライトっていうのは。チップを増やす意味がないんですよ、多分ね。生き残ってることがすごい重要で、なおかつ、チップ持ってる量がテーブルで3番目、4番目ぐらいだったんで、何事もなければシートをゲットすることができるっていう位置だったんですよ。だから無理な勝負をする必要が全くないんですよね。なんですけど、多分、コールした方が良かったと思ってて結論。シンプルに BB 数がめっちゃ少なかったっていう。ただ結構やっぱりみんな、自滅気味のオールインをすごいいっぱいしてくれてたんで、まあね、生き残るまでやってもよかったかもしれないけど、まあでもやっぱ、キングさんこう、オールインとですね、ご飯食べて元気出して、明日も頑張りましょう。悔しいやってまいりました、この時が。なんだか、この日をずっと待っていたような気がします。はい、我々オーストラリア来てから、不完全燃焼というか、ポーカーをさせてもらえなかった節があるじゃないですか。はい、ついにこの日がやってまいりました。2万オーストラリアンダラースーパーハイローラー始まります。ありがとうございます。やっとです。やっとですね、本当にね、2人ね。 Super high roller, yes. 33 entries, level 2. It's going to be good. Good luck. Start top. なかなか高いトーナメントになっておるんですけども、参加人数も少なく、トロフィーチャンスめちゃくちゃでかいです。ここですね、勝負はマジで。やっていきましょう。トロフィーYep. And then. Yeah.ブレイク16万5000、12万になり25万に復活し16万5000、全部一緒。ダブルアップするだけ、やることとしてはエントリーしたくねえ、ダブルアップしたい。オーストラリア来てからついてるみたいなこと一回もないよね。まだラッキーしたい。俺もラッキーさせてくださいよ。
でかっラストハンドこれ飛んでたらもう2万ドルいってましたね。あーでかい。196件19万6000、25万スタートで19万6000なんで、まあ何もなかったということです。エントリーが締め切りです。嬉しい。リエントリーしなくてよかった。今だってリバー最後のオールに負けてたら200万だったし、天弱スーツ対エースクリーム負けてたら200万だったし、たくさんの200万ピンチを乗り越えたので勝ちですね。事実上これは激アツです。何がですか76人参加、結局森が43人、アベレージが40万点、アベレージの半分以下なんですけど、まあもう誤差ですね。こんなもんだって200万払わなくてよかったんだもん。嬉しいな。ライズが出番だ。11人からインまで4万ドル、そうですね、4500万円だ。でかいよ。まあ優勝確率今のところ 85% ぐらいですね。高っ。ダブルアップしましょう。頑張り言うて 30BB なんで。はい。飛びました。ずっとチップ食えないな。どうすんだよ、コサーチャンネルこんなんで動画。まだメインイベントがあります。明日からメインイベントあるんで、はい。そっち頑張りましょう。ハイローラーをしてしまいましたけども、我々がやることといったらもう一つじゃないですか。オーストラリア来てからキャッシュゲームも立たず、トーナメントもいいことなし、我々がこの1週間勤しんできたことといえば何ですか？運動です。そうなんです。ポーカーもできないし、トナメも走らないってなったら、もう本当に走るしかないよね。トナメが走らないんだもんだって、明日からメインじゃないですか。はい。ここから特訓なわけですよ。まず走る練習します今から。トナメで走るために、はい。5キロぐらい走ればトナメでも多分5デーぐらい走れると思うから、でもう一個プランがあるんで、とりあえずまず走り行きましょう。わかりました。もうポーカー勝てないんだから走るしかないんだよ。行くぞ。見ろよ、そのできな海は綺麗だぜ。まるで俺が2万ドルハイローラー飛んじまったのかなんて、まるで何も気にしねえみてえにさ。この海の先には何があると思う？アメリカ。アメリカ？違うね。この海の先にあるのは、はい。俺たちがずっと目指していた優勝トロフィーだ。わかるだろ？わかります。だから俺ら走るんだよ。トロフィーを最後に手に入れるのは最後まで走り切ったやつだけ。そうだろ？はい。待ってるよトロフィー。いざ。みぞおちが痛い。あはい、達成です。5キロ。あああこれでレイ5まで走れるな。はい。体力とか足とかじゃなくてハラミが横さんのハラミが痛い。お疲れ様です。なんて俺が勝てるのが第3章の横澤なのよマジで。
泥を引く力を今鍛えてます。これで何でも引けます。完全にハンドルの箱開いちゃったよね。緊急の電話なんですけど、416人参加のでございます。